皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は異常気象と食糧危機をテーマに作成してみました。皆さんもすでに主要メディアなどから情報を得ていると思いますし、年々天候が厳しくなっていると感じているのではないでしょうか。地球は今大きな変化を迎えているようです。日本だけを見ても肌感覚で感じるのは春と秋がなくなってきているということです。猛暑日が続いていたかと思えば、いきなり冬日を迎える、もしくはその逆が起き始めています。その結果、私たちにどんなことが起きてくるのでしょうか。この動画を最後まで見ることで、すぐにやらなければならないことがわかると思います。ぜひ最後までご視聴いただき、理解した人だけでもその対策に取り組んでいただけたらと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今地球上で起き始めている異常気象による農作物への悪影響はかなり危険な状況になってきたようです。ご視聴の皆さんがどの程度の危機感を持っているかは分かりませんし、それぞれでしょうが、確実に状況は深刻になってきています。食糧危機が起きる原因としてはいくつものシナリオがあります。このチャンネルでも食糧危機に関する動画はたくさん配信してきましたが、今回は異常気象に絞って話を進めていきます。そこで今回の動画では、1、今地球上で起きていること、2、主食としての米の備蓄方法、3、食料を生産する必要性という内容で話を進めていきます。まず地球上で起きていることについてですが、先日の動画で今現在の米の価格高騰について話しました。日本が唯一 100% 近い自給率を保っている米に危機が訪れています。2023年の夏に日本を襲った猛暑によって米の不作が起きました。厳密には猛暑によって一等米の率が下がったということが起きました。このことは JA のホームページにも出ていますが、一等米の率は過去最低の 59.6% でした。その原因は猛暑と水不足が原因だそうです。何が起きているかというと、ご覧の画像のように米が白く濁る現象が起きているのです。単に米の価格を決めるグレードとしての話だけにとどまらず、米の実りにも大きく関係してくることが重要です。ちなみに今世界中で農作物の不作が騒がれていますが、恐ろしいのは次の段階の凶作です。凶作とは文字通り、通常より農作物の取れ高が低くなっている状態なのですが、すでに不作を通り越して凶作という段階に入っているようです。最近の出来事で言えば、ブラジルのオレンジの不作があります。ブラジル産のオレンジが天候不良により不作となり、世界中に影響が出ています。日本国内でもオレンジジュースの販売を停止した企業が多く出て話題になりました。通常よりも出来高が落ちただけで世界中の輸入国に悪影響が出ているのです。そして関係ないようで大いに関係があることとして、全国で騒がれているクマの出没です。この原因の一つに猛暑によってクマの餌であるブナの実が大凶作になっていることが原因なのです。クマにとっては食糧危機が起きていることになります。当然食料備蓄などできませんから暴徒化していると言えますし、人間社会でも一旦食糧危機が起きた場合には暴徒化することは容易に想像できます。地球温暖化によって農作物の不作が凶作になってくる状況は今年の夏から発生する可能性が高くなってきているようです。つい先日も都内ではキャベツが1玉1000円なんてことが起きたことは記憶に新しいところです。私の生活圏では1玉600円まで上がりましたので買う気にはなれませんでした。世界に目を向ければトマトの不作も言われていますし、チョコレートの原料であるカカオの不作も言われています。さらに米の輸出では世界の 40% を供給しているインドでも米の不作によって輸出禁止措置に乗り出しています。今世界で起きている異常な現象は挙げたらキリがありませんが、確実に食料の争奪戦が顕著になってきており、その変化に気がつかないというのはかなりまずいことになりそうです。ということでざっと世界で起きていること、日本国内で起きていることに触れてきましたが、日本人にとって米の収穫が激減する、もしくは買うに買えないほど価格高騰が起きたら大変なことになりますので、備蓄は必要になってくると思います。次に我が家で実際にやっている備蓄方法をシェアしようと思います。米の備蓄方法はいろいろと情報が出ていますが、大手企業が真空パックした米を販売しているものがあって手間はかかりません。ただとにかく高いです。予算があって手間はかけたくないという人はそちらを選択すればいいのですが、あらゆる食材を真空パックして長期保存をしたいと考える人は
真空パック機を導入することを強くお勧めします。我が家も買ってよかったと強く感じる一品です。過去に配信した動画の中から実際に我が家で行っている米の保存作業のシーンをご覧ください。この動画を全編見たい方は概要欄のリンクからアクセスしてみてください。ではどうぞ。そこで我が家では画像のような真空パック機を思い切って購入し、玄米を2キロずつに分けて保存しています。もちろん酸化防止剤と乾燥剤も入れているので2年くらいは保存可能なのではないでしょうか。酸化防止剤についてはネットで調べたらカイロでも代用ができるということで、当初は北海道を袋に入れて真空処理していたのですが、食品用の脱酸素剤、乾燥剤を使用した方がコスパが良いことを知り、今では北海道は使用していません。この真空パック機ですが、いざ購入するとなるとその選択に悩みました。真空パックに使う袋はその機械専用じゃないとダメだとか、吸い込む力がいろいろ種類があるとかで、何を買うかを決めるために YouTube でレビュー動画を見てかなり時間をかけて検討しました。そんな私が選択したお米をはじめとする食品の長期保存を可能にするグッズの情報は概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。ちなみにこの真空パック機に決めた理由は、使用する袋は専用袋ではないこと、そして吸引力が業務用で使用できるくらいの力があることです。もっと安いものはいっぱい出ていましたが、肝心の吸引力が弱かったり、専用袋を買わなければならなかったりと、買ってからのコスパが悪いなという判断でした。お米に関して言うと無農薬などの体に良いものが売っていたりしますが、正直高すぎて買えません。無農薬で作るというのは農家さんの手間はかなりかかっていますので高くて当然なのです。しかし現実的には予算の限界もあるし、まずは生き延びることを優先順位に置かなければならないと考えて、とりあえず普通のもので備蓄しています。私が購入している玄米は30キロで税抜き9000円前後の新潟産コシヒカリです。ビバホームで購入しています。我が家の年間消費量は180キロ必要ですが、あと1回30キロを購入すれば目標達成です。お米はすべて玄米ではなく、もし水の入手が困難になっていることも考え、無洗米の備蓄もしています。そんなに量はありません。20キロくらいです。当初砂糖の切り餅を購入していた時があったのですが、コスパがいいのはやはりお米だということに気づいて方針を変えました。ただ変化をつけた食生活は非常時には精神的にとても良いことだそうなので、選択肢としてはありだと思いますし、実際切り餅も備蓄しています。お米の次はパスタです。この食材はすでに乾燥はしていますし、未開封なら3年は保存可能ということで優れものです。弱点は湿気なので、それさえ対策すればコスパもなかなか良い食材ですよね。ということで我が家では先ほどの真空パック機で保存していますので、保存に大敵の湿気とカビ対策も完璧です。同じ要領でうどん、そうめんも真空パックします。さらにインスタントラーメンも真空パックしています。もともとのパッケージでは空気の遮断には限界があるので、少し開封した状態で真空パックです。カップヌードルは食料備蓄のリストには入れていません。理由は保存にかさばるからです。という感じで今もせっせと備蓄作業をしている感じです。この動画を撮影してから発生した問題の対処法もシェアしておきます。どんな問題が起きたかというと、米の粒はそれなりにとんがっている部分があって、それが真空パック機の強力な吸引力によって専用ビニール袋に穴が開いてしまうという問題が時間が経つと発生していました。それは精製米でも起きますし、玄米ならなおさらです。そこでいきなり専用袋に米を入れるのではなくて、よく売っている普通のビニール袋に精製米や玄米を入れ、それを真空パック用の専用袋に入れてパックするのです。念のため手順を明記しておくと、1、普通のビニール袋に米を入れる。2、酸化防止剤、乾燥剤を入れる。3、真空パック機の熱接着部分を使って口を閉じます。4、その上で真空パック専用袋に入れて真空にします。その際、当然ですが普通のビニール袋に少し穴を開けておかないと、中身の空気を取り除けませんので注意が必要です。米が外に出ない程度の穴を楊枝などで開けると良いと思います。こうしてお米を真空パックにすれば5年は保存可能だとも言われています。古米は味が落ちるとも言われますが、それが嫌な人は早めに開封して食べて、新しいものをまた保存するなどすればいいと思います。
生きるか死ぬかの時にうまいとかまずいはあまり関係なくなるのではないかというのが私の個人的な感想です。他にもいろいろと生き延びるための方法は過去動画で話していますので、そちらも概要欄からご覧ください。再生リストから見るとずっと再生されっぱなしになるので聞き流すだけでもいいと思います。そして最後に、ここまでのことはあくまでも備蓄なので、今地球規模で起きている温暖化に対応できるものではありません。当然ですが備蓄は使用すればなくなりますから持続可能ではないので、自らが生産する側になることも考える必要があるかもしれません。俗に言う家庭菜園です。住宅事情で畑を持つことができないにしても、プランターでできることから始めるというものです。比較的簡単なじゃがいもやプチトマトなどその選択肢はいくらでもあります。まさに食いつなぐためのものであって、自給自足とは程遠い手段になりますが、やらないよりはマシです。あともう一つ、日本の農業の危機的状況を和らげるためにも、農家から野菜を直接買って農家を買い支えるということをする必要があります。日本政府の悪政によって日本の小規模農家が淘汰され始めています。悪質なのは、農業だけでは生活できないような政策をすることによって、自ら農業をやめていくようにしているのではないかと思ってしまうようなことが起きています。そのような動きが広がれば、農家から直接野菜を購入することで JA などから搾取されることなく、農家が生活できるようになります。この動きは本当に重要で、私たちがすぐにでもできる対策の一つです。これからの時代は、消費者が自ら購入先を選ぶ時代になっていくと思います。安全な食品が手に入りにくくなっているのは、消費者が安さを求めた結果なのですが、そういった面も考えなければならないと思います。コンビニ弁当が体に良くないと言われていることはよく聞かれることですが、最近ではスーパーで売られているものに対しても言われるようになってきました。安さには理由があるというわけです。ぜひ一度考えてみる価値はあると思います。いかがだったでしょうか。地球環境が生物が生きる上で厳しい状態になってくるというのは理屈では理解していましたが、実際に目の前で起きてくると恐怖を覚えてしまうのではないでしょうか。地球温暖化というのは、人類が犯したさまざまな環境破壊によるところももちろん原因としてありますが、もしかすると地球自体のバイオリズムかもしれません。というのは、科学の発展によって地球の歴史はある程度分かってきていますが、過去にも温暖化や寒冷化を繰り返して今があります。車も走っていない時代にも極端な温暖化もありましたし、寒冷化もありました。そうやって植物も動物も生息地域を移動したのではないでしょうか。その中で順応できない植物や動物も絶滅し、人類も食糧危機で命を落としてきたことでしょう。それが今、私たちが生きる時代で顕著になってきているのかもしれません。それを口実にろくでもないことを企んでいる勢力もあるのですが、その辺の話も過去の動画で見てもらいたい重要なことになります。今回は食糧危機が起きるシナリオとして地球温暖化にフォーカスしてお届けしました。今年の夏は去年よりもさらに暑くなると言われています。当然米だけでなく他の野菜や果物の生産にも大きな影響が出ることになります。そして猛暑は労働力の低下も引き起こしますし、健康を害することにもなると思いますので、暑い時には無理しないようご自愛いただきたいと思います。ぜひできることから対策していきましょう。この動画が皆さんが食料確保を考える際にお役に立てることを祈りつつ終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。